テレビアニメ「進撃の巨人」で日本語版のミカサの声優を務めさせていただいています石川優衣です。よろしくお願いします。This is Tetsuya Kinoshita, producer of Attack on Titan animation. Thank you for buying the Blu-ray. そうですね、第1期を終えた時点でも原作の方はもちろん続いていましたし、私たち自身も絶対にこの続きを演じたいなという気持ちがすごく強かったので、シーズン2がやっと始まるっていう時にはすごく嬉しかったです。4年の間にいろんなコラボだとか、劇場版があったり、あとスピンオフの作品もやらせていただいたので、キャラクターに対する理解はすごくその4年の間に深まったと思うので、すごくいい状態で、シーズン2を迎えられたんじゃないかなと思いました。It's taking 4 years. It's such a long time, but we have produced a lot of animation. It's like 5 original animation episodes we sold with comics in Tokyo, and also 2 movies we had a production. There were, and so we don't know that wrong. Also, in the script, it's やめた、もうやめた。脚本はすごい時間をかけて、第1期が終わった後からすぐ作り始めてたりしましたし、本当に第2期を作るにあたっての準備期間っていうのをすごく長くとって、1期より、全ての面において、パワーアップした、作品をお届けできるように、ずっと準備してきました。どのシーンも本当に割と戦いですとか秘密が明かされたりするシーンがシーズン2にはたくさんあったので、どのシーンも大変だったんですけども、そうですね、結構真剣な緊張感が高まっているシーンが多いので、アフレコ現場は日本では全員一緒に集合して収録するので、そんな大切なシーンの時にお腹をすかしてグーってならないようにしなきゃいけないとか、あと咳き込んでしまってはいけないとかっていうのがあったので、そういう面ではすごく毎回とても緊張感があって大変でした。ミカサの最後の大切なシーンなども日本でテストをやってから本番を収録するんですけども、テストの段階でももし本番よりテストの時の方がいいって判断された場合は、その時も収録していてテストを使う場合もあるんですね。なので皆さんキャストのみんながそのテストの方も使えるようにとすごく気を使ってくださって、そのシーンもすごくシーンとした中で集中して芝居することができたので、ミカサの最後のシーンはとてもみんなも静かにしてくださって、私に協力してくださったなっていうのがあったので、すごく感謝してます。すごく印象に残っているのは、26789031話、で、ライナー・ブラウンが自分たちは巨人ですよってエレンに告白するシーンがあるんですけども、そこは伊佐山先生も、アフレコにいらっしゃって、ライナー・ブラウン役の細谷さんに、演技指導を、されてたわけなんですが、その告白する時にもうちょっとバーで話すようなフランクな感じでさらっと、やってみてくださいっていうような話があって、結構そこはいろんな役者さんとのやり取りとかもあったんですけど、それでやってみたところ、皆様あっと驚くような、すごい仕掛けといいますか、まさかあのようなネタばらしをするようなシーンには、一見ちょっと見えなかったりとかもして、すごく面白い効果があったんじゃないかなという感じで思っています。
やどの作品ももちろんいい作品にしようという熱い思いを持って、取り組んでいるんですけれども、まあそうですね、もう「進撃の巨人」は本当にキャストもスタッフの皆さんもすごく熱く強い思いを持ってこの作品に取り組んでいて、なんか絶対この作品を成功させたいっていう気持ちがとてもありますし、あとはこう第1期から4年いろんなことをやらせていただいて、そしてシーズン2に入りましたが、その間にもすごくなんでしょう、作品としてもキャラクターたちがこう同期104期なんかはすごく協力して一緒に戦うっていうのもあって、キャスト陣自体もすごく絆が強く生まれていて、何かあった時に一緒にイベントみたいなものに参加させてもらったりとか、そういうなんかそうですね、その作品とは別でもこうキャラクターたちのこう仲間感といいますか、すごく信頼できるキャストの皆さんとスタッフさんと一緒にこの作品を作っていけるっていうのは「進撃の巨人」の強みというか、私たち自身がこう絶対に他には負けないっていう部分じゃないかなと思います。I try to speak in English again. Attack on Titan it's not too much boys love. It's not a love story between boys and girls. It's just that story is very strong and interesting. And structure of the whole 12 episodes at season 2, it's very sophisticated and it's unique and strong. And it's like American TV drama. And we have to keep on those structure at season 3. And that's a good point for me. 私はすごくいろんなお気に入りのシーンあるんですけれども、さっき木下さんもおっしゃってた31話のライナーが秘密を打ち明けてから終わりにかけてが本当にすごいリアルタイムで見てたんですけれども、鳥肌と緊迫感がたまらなくて、改めてやっぱり「進撃の巨人」って面白いなって思った1話でした。収録でももちろん台本も読んでいるし、キャスト陣の芝居も見させていただいてるし、もちろん原作の方でもそこは驚いたりした部分ではあったんですけれども、アニメになって音や芝居や絵が完成した状態を見て、何ですかね、間だとかすごいこう引きつけられて目が離せなくなってしまって、知ってるのにこの先どうなるんだろうみたいな気持ちがすごく湧いてきて、きっと原作を読んでなかった人はよりびっくりしたシーンなんじゃないかなって思って、ここはシーズン2の目玉のシーンだなってすごく思いました。僕は、35話ですかね、ユミルの過去の話があるんですけど、まさかシーズン1の時は皆さんユミルがあんな過去を持ってる人だっていうのを思いもせず、見てらっしゃったと思うんですけど、苦労した子供時代から、注射で撃たれて巨人になって、送り込まれるわけなんですけど、でいろいろあって彼女はもう一回人間に戻ることができてっていう、ユミルのこうストーリーの表現はすごい印象的だなと思ってます。で、実際注射を打たれるシーンとかは、漫画よりすごく早く、取り上げて、インサートされているシーンで、それがすごい効果的だったなという感じで思ってます。そうですね、やっぱり一番最終回のミカサのエレンにマフラーを巻いてくれてありがとうっていうシーンは自分の中で印象深いです。原作の頃から
自分もとても好きなシーンでもありましたし、ファンの方からもこのシーンを見るのを楽しみにしていますってずっと言われていて、自分でもこうシーズン2が始まったらどうやってここのシーンを演じようってずっと考えてきたシーンでもありました。実際収録する時には、まず最初にテストをした時に、私は一緒にいてくれてありがとう、生き方を教えてくれてありがとう、マフラー巻いてくれてありがとうっていう、3段階こう気持ちを伝える言葉があるんですけれども、最初は徐々に気持ちを高めていくような芝居をさせていただいて、そしたら監督の方からそれもいいけどもう一つ違うパターンも撮りたくてってことで、一番最後のマフラーを巻いてくれてありがとうのところはもう最大限にこうミカサの可愛い部分といいますか乙女な部分を出してみてほしいというお話があって、そして最終的にああいう形になりました。出来上がった完成されたものを見た時に、絵も素晴らしく可愛らしいミカサになっていて、すごくキュンとしたと言いますか、無事放送されて私自身もすごくホッとしました。エレンにあそこちょっとキスしてほしかったですよね。いや、あれはキスしたんですかね。してなかったですけどね。近づきましたよね。近づきましたけどね。ちょっとドキドキしました。そうですよね。僕はその前の、エレンが、ライナーにこう囚われて逃げている時のミカサの表情ですよね。指と指の間からこう見るんですけど、久しぶりに出たと思って彼女のこう狂気が見えるようなところはすごくこの石川さんのその告白のシーンと全く、違う側面を見れて、いや面白い表現だなと思ってます。このミカサの役はオーディションによって、選んでいただいたんですけれども、オーディションの時はもちろんこのキャラクターやりたいな、原作も読んですごく面白い作品だし、このかっこいいキャラクターやりたいってすごく思うんですけど、でもいざ決まりましたって言われた時はやったーっていう気持ちと、ただとても人気のある作品でもう人気のあるキャラクターということで、私が演じられるかな、演じきれるかなみたいな思いが、その時不安の方が割と強くなって、収録の際はとても緊張したんですけれども、でも選んでいただいたからにはこのキャラクターは自分にしかできないと思いますし、頑張りたいという気持ちがすごくありました。そして後々実はこのミカサというキャラクターに私を選んでくださったっていうのが原作の伊佐山先生だったということを聞いて、すごく嬉しかったですし、なおさらこのキャラクターを絶対に魅力的にもっともっと演じていきたいって強く思いました。どれになりたい？どれになりたいってすごいですね。なるとしたら、なりたい。でもあれですね。獣の巨人は唯一今のところ話すことができる巨人としては唯一の存在なので、しかももう貴公種どころじゃないですよね。貴公種なんだって言ってるけど、もう見た目全然違うじゃんっていう、もうどう考えても強そうだし、巨人になれたら喋ることができるので、意思もできるし、意思疎通もできるので、絶対に生き残れるなって気がしてます。そうですよね。めっちゃ遠いとこからこう石投げるじゃないですか。すごいコントロールいいんですよね。すごいですよね。馬とかも投げちゃいますからね。そうあいつ野球やってたと思って人間っぽいですね。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。
皆さんの応援があったからこそ、シーズン2を迎え、そして今後シーズン3が制作されていきます。きっとこの先原作も続いていきますし、アニメの方もぜひ私としては最後まで演じきることを望んでおりますので、これからも応援していただけると嬉しいなと思います。私は「進撃の巨人」によっていろんな国に行かせていただいておりますが、ぜひ皆さんの国や地域に行った際には私に会いに来てくださると嬉しいです。これからもミカサ役として熱く演じていきたいと思います。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございました。Thank you. Thank you for supporting us for such a long time. And, I think my mission is that I will produce this Attack on Titan animation till the end of manga, till the end of the story. I don't know the manga is when it ends, but I cannot die till my mission is completed. So please keep an eye on the season 3, and I hope we can see anywhere in the United States. Thank you very much.